こんにちは、宇月なつきです。普段はバレエの衣装を作ったり、モデルとしてファッションショーに出たりしています。今日は私が作った小物たちを紹介します。まずじゃあ、これから。これ、アイロンビーズなんですけど、私的にアイロンビーズが再ブーム来てて、子供の頃に結構好きでやってたんですけど、結構今になってまたブームが来てて、すごいハマって作ってます。で、これ、ネックレスのこの部分は、100均で買いました。ハートで顔を作りました。色はピンクと黄色とオレンジを使って結構ラブリーな感じにしました。次はこれなんですけど、私クラゲが好きで結構クラゲの小物とか持ってるんですけど、クラゲのアクセサリーも作りました。こんな感じで。足の部分が結構細くて難しかったんですけど、頑張ってつなげました。次はこれです。これウサギなんですけど、ウサギが好きなんで、ウサギをイメージして作りました。で、ここにイチゴもついてます。チェーンの部分はカラフルにしました。何色使ってるんだろう。1、2、3、4、5、6色使ってカラフルにしてます。これは高2くらいに作ったやつなんですけど、クマさんが可愛いネックレスです。制作時間はこれだとだいたい10分とか結構短い時間で作れます。普通のパールだけだとちょっと寂しいなと思ったので、こういう大きいビーズを間に入れたりしながら作りました。こういうアクセサリーも作ったりしてるんですけど、ちっちゃい頃からこういうのを作るのは結構好きで、でも一回飽きちゃったんですけど、最近またブームが来て、また作り始めてます。こんな感じの、ここにあるのは全部自分で作ったやつです。これもこの毛糸のエクステも自分で作りました。作る過程で一番難しいのが色の配色なんですけど、これは例えばこれはピンクと紫を交互にやってます。なんかカラフルすぎてもごちゃごちゃになっちゃうし、一色だけでもつまんないしって感じで、2色を合わせてみたりとか、同じ色でも違う形を入れてみたりとかしてます。この毛糸のエクステがすごい作るのに時間がかかったんですけど、この色合いを選ぶ、これ今4色あるんですけど、黄色、オレンジ、ピンク、水色って4色あるんですけど、この色を選ぶのも結構考えたり、同系色を2種類使ってたりしてます。この結んでない部分、編み込んでない部分、もう長すぎてもちょっとかっこ悪くなっちゃうので、全体のバランスを見ていい感じになるように作ってます。毛糸、一応これ全部毛糸なんですけど、この濃い水色の部分は普通のアクリルの毛糸を使ってて、こっちの薄い部分はちょっとふわふわした感じの毛糸を使ってます。全部同じ毛糸だとちょっとつまんなくなっちゃうんで、こういうちょっとアクセントになるような毛糸を使ってます。この衣装も自分で作ったんですけど、とりあえずカラフルにしたかったので、左右で違う、こっちはピンクでこっちは水色でって左右違う色のこのハートのホワホワをつけてみたり、ここはちょっと透け感を出したかったんで、ちょっと透ける生地を使ってみたりしました。この衣装なんですけど、キャリーちゃんの衣装をすごい参考にしてて、キャリーちゃんの衣装ってカラフルでポップで可愛いから、私もそんな感じになるようにしてます。で、こういう衣装を思いつく時っていうのが、結構あんまりどういう時に思いつくかとか決まってなくて、急にふとした瞬間に脳みそがシュワシュワーってなって、あ、
こういうの作ろうって思いつくんですよ。で、これは割と最近作ったやつで、11月の頭頃に作りました。衣装の色を選ぶ時のポイントなんですけど、原色、赤だったら赤とか黄色だったら黄色とか、そういう原色だったら原色でまとめるのをポイントにしてます。あんまり暗い色とかを混ぜちゃうと全体的に暗くなっておかしくなっちゃうんで、明るい色だけだったら明るい色だけを使ってやるようにしてます。いかがだったでしょうか？これが私の作ったアクセサリーと服たちです。で、私は今後こういうアクセサリーとか服を売っていきたいと思ってて、で、Twitter とか Instagram で私の作った服とかアクセサリーを紹介しているので、ぜひ見てください。お願いします。かわいいパティーンでは他にもかわいい女の子たちがメイク動画とかいろんなの上げてるんで、よかったら見てください。チャンネル登録よろしくお願いします。宇月なつきでした。バイバーイ。